こんにちは。今回はこのハエトリソウをテーマにいろいろとお話しさせていただきたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。まず最初はハエトリソウを元気に育てるポイントということでいくつかお話ししていこうと思うんですが、正直栽培に関しては私もまだまだ勉強中なので、あまり人に偉そうなことを言える立場ではないんですけども、ハエトリソウ栽培を始められたばかりの方であったり、今年ちょっとこのハエトリソウを育ててみようかなと思っていらっしゃる方には、少しは参考にしていただける内容かなというふうに思っております。あと今回ハエトリソウをテーマにお話をしていきますけども、今からお話しする内容はですね、ハエトリソウだけではなくて、こちらのサラセニア、あとちょっと種類によって変わってはくるんですが、一年中屋外栽培できる種類のモウセンゴケの仲間、虫取りスミレの仲間、そして耳かき草の仲間にも共通した内容となっておりますので、参考にしていただければなっていうふうに思っております。ハエトリソウを元気に育てるポイント、1つ目はやはり何といってもハエトリソウ栽培の基本である屋外でしっかりと直射日光に当て水を切らさないように栽培をするっていうことですね。ただこういったことを分かった上で知った上で、室内に水槽を設置し、その中にハエトリソウを入れ LED ライトなんかを使って栽培されている方もいらっしゃいます。ハエトリソウに限ったことではありませんけども、食虫植物の栽培法っていろんなやり方、考え方がありますし、また栽培事情っていうのもありますよね。なので、私は決して室内での水槽を使った LED ライトを使ったハエトリソウ栽培を否定しているわけではありませんので、そこら辺はご理解いただきたいなと思います。で、このハエトリソウ、屋外でしっかりと直射日光に当て水を切らさないように栽培する、こう聞くと結構シンプルで簡単そうに感じます。もちろんそんなに難しいわけではないんですけども、購入後すぐの植え替えが必要だったり、光の当て方、日当たりですよね。また水のやり方にもいくつかポイントがあります。今からそういったお話をしていこうと思うんですけども、購入後すぐの植え替えと日当たりに関しては、今年に入って割と詳しくお話しした動画を出しておりますので、申し訳ないんですけれども、この2つに関してはそちらを見ていただきたいなっていうふうに思っております。説明欄、概要欄の方にこの2つの動画の URL の方を貼っておきますので、まだご覧になったことのない方は申し訳ないんですが、そちらからこの2つの動画ご覧になってください。購入後すぐの植え替えと日当たりについては、別動画を見ていただくということで申し訳ないです。今からはですね、水やりについてお話ししていこうと思うんですけども、基本的にはこのようにですね、私はバンジュというものを使っていますけども、発泡スチロールでも何でもいいと思うんですが、水をためれるものにこのように水をため、中に鉢をつけておく腰水という方法で管理をします。この水がですね、植物自体が吸い上げたり蒸発で少なくなってきたら、水位が下がってきたら水を足してあげるっていう感じなんですけども、まず最初はこの水の水位、深さですよね。どのぐらいの深さで鉢をつけておけばいいのかっていうお話なんですけども、植物って鉢に植える時に鉢底に鉢底石っていうのを引きます。これ入れない方もいらっしゃって、これは別に間違いっていうわけではないんですけども、個人的にはこのような腰水で管理する場合は鉢底石入れて植え付けた方がいいと思います。あくまで私の個人的考えなんですけどね。で、だいたいこの鉢底石、1センチから3センチの間で言われることが多いと思うんですけども、大きさによっても変わってきますよね。こっちの鉢ならだいたい 2,3 センチでいいと思うんですけども、あまりこんなちっちゃな鉢にたくさん鉢底石入れちゃうと、根を張るスペースもなくなってしまいますしね。だいたい私だったらこのぐらいの大きさの鉢だったら2センチ3センチ程度で、こういったちっちゃな鉢だったらそうですね、鉢底が隠れるぐらい、1センチぐらいですかね、入れます。で、基本的にはこの鉢底石を入れた高さに水がなるように腰水の水がですね、やるっていうのが基本的な考え方なんですけども、つまり鉢底石と用土とのちょうど境目に水面が来ている状態ですよね。
こういう風にすることで、用土は常に湿っているんだけども、あまりべちゃべちゃで加湿気味にならないっていうことだろうと思うんですけども、ただこのように違うサイズの鉢をですね、こういった同じ水盤の中に入れておく場合に、こっちに水を合わせてしまうと、どうしてもこちらのちっちゃな鉢は深い腰水に当然なってしまいますよね。私の場合はここのベランダ、水はけがいいように向こうに傾斜がつけて作られているので、向こう側が深くなって、この手前は浅くなっているので、背の低い鉢だったりちっちゃな鉢は手前に、背が高く大きな鉢は向こう側に置くことで、自動的に深さが調節されているんですけども、フラットなところに置かれて腰水管理されている場合は、まずこういった大きな鉢に水位を合わせて水を入れてですね、でこういったちっちゃな鉢は、下にブロックなどを引くなどしてですね、このようにちょっと底上げをして、同じ水位になるようにして管理してあげればいいと思います。一番、手っ取り早いというか簡単なのは、全て同じサイズの鉢に植え付けてですね管理する方が簡単だとは思うんですけども、なかなか株の大きさなどいろいろとありますので、そういう感じで管理していただければなと思います。続いては水やり、水の補充の仕方ですよね。先ほどもお話ししたんですけども、ハエトリソウ自身が水を吸い上げたり、また蒸発によってこの水位が下がってきたら元の水位に戻すように水を足してあげないといけないんですけども、こういった空いているところに直接ジョロなどでバーッと水を入れて、水を元の水に戻してあげてもいいんですけども、時々は普通の水やりのような感じで、この鉢上からザーッと水をかけて、この鉢内を抜けた水で溜めるようにしてあげるといいと思います。植物って根から二酸化炭素や老廃物みたいなものを出しているんですけども、当然それが時間が経つとこの鉢内に溜まってきますよね。時々上から水をかけて、そういったものを洗い流すことで、鉢内の環境が良くなるっていうことですね。あと上から水をかけて抜けていく時に新しい空気も入っていきますんでね、植物にとってはいいと思います。ただハエトリソウの場合ですね、上からザーッと水をかけますと、その水に反応して葉が閉じたりすることがあるので、ハエトリソウの場合はですね、私もしているんですけども、こういった口の細いものを使って、補充用にかからないようにですね、このように水を入れてあげるといいと思います。あとモウセンゴケなんかのね、粘液を出すタイプもこんな感じであげてやるといいと思います。はい、ここまでが基本的なハエトリソウを元気に育てるポイントとなります。2つの事柄に関しては私の過去の動画見てくださいって丸投げにしてしまいましたけどね。で、ここからはちょっと攻めた栽培法っていうとかっこつけた言い方になってしまいますけども、餌やりと肥料やりです。食虫植物も他の植物と同じように光合成をして自ら栄養分を作り出します。なので栽培する上で餌やりのように定期的に虫を与える必要はありませんし、もともと肥料分の少ない痩せた土地に生えている植物なので、他の植物のように肥料を与える必要もありません。ちなみに私が栽培しているこのハエトリソウは肥料を一切与えず栽培をしております。虫に関しては時々この水に落ちた虫をですね与えたりすることはあるんですけども、わざわざどこかから捕まえてきて与えたりすることはないですね。ただ効果が絶大ってわけじゃないんですけども、上手に与えれば虫やりも肥料やりも、有効であることは確かなんですよね。で、虫やりなんですけども、ハエトリソウの場合外角が硬い虫だったり捕虫用に比べてあまりにも大きな虫は避けた方がいいと思います。ハエトリソウは獲物を捕らえ葉を閉じて消化吸収が終わると、再び葉を開くんですけども、外角が硬かったり、あまりにも大きな獲物だったりすると、消化不良みたいな感じなんですかね。葉を閉じたままそのまま黒く枯れてしまったりするんでね、
ハエトリソウっていうぐらいですから、ハエがいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。私が栽培していてよく見かけるのは、消化吸収が終わって開いた葉を見るとですね、よくおそらく血を吸わない蚊の種類だと思うんですけどね、よく捕まえているのは見ますね。今ここにありますかね。これなんかちょっと分かりづらいかもしれませんけども、こういったのをねよく捕まえてますけどね、もうこれは消化吸収が終わって開いている捕虫用なんですけどね。続いて肥料やりなんですけども、一番間違いがないというか無難なのは、薄めて使うタイプの液体肥料、普通は1000倍から2000倍に薄めて使うと思うんですけども、それをさらに薄めて3000倍4000倍5000倍ぐらいに薄めてもいいと思うんですけどね、それを霧吹きに入れて葉水のように吹いてやるっていうことですよね。葉面散布って言われますけども、ただ与えすぎには注意で、成長期に私は1ヶ月に1回とか2回ぐらいでいいと思うんですけどね、与えたら多少は有効なんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ本当与えすぎには注意ですし、あと与える時にガンガンに直射日光が当たっている時は避けた方がいいと思います。日が陰ってきて日陰になったり曇りの日とかに与えてあげるといいと思いますね。あとは涼しい時間帯とかですね。ただ本当に何度も言いますけども、与えすぎには注意してください。はい、ハエトリソウを元気に育てるポイント、基本となることと、ちょっと攻めたというか、そういったお話をですね、めちゃくちゃ簡単ですけどもお話しさせていただいたんですけども、続いてのお話なんですけども、このハエトリソウ、ご存知の方も多いと思うんですが、植物学上は一属一種の食虫植物です。つまり自然界には1種類しか存在しておりません。ただ販売目的で大量に増やしていく中で、突然変異で、変わった色や、形をしたハエトリソウが生まれてくるんですよね。それらを選別してさらに増やしていき固定し、それに名前をつけて園芸品種みたいな感じで、現在では、品種物と呼ばれるハエトリソウのいろんな種類がですね販売されているんですけども、今年は特にねいろんな種類のハエトリソウが販売されているように思いますし、また YouTube 上でもたくさんの方がこのハエトリソウの変異種のお話をですねされていますので、今からハエトリソウ栽培してみようかなって思っていらっしゃる方はですね、こういうのを聞くとなんだかやっぱり欲しくなりますよね。ただ専門店だったり大型のフラワーショップなんかだと割とたくさんハエトリソウの変異種置いてあると思うんですけども、一般的なホームセンターだと、たくさんある中の1鉢か2鉢が変異種で、売れてなくなっていたらもう普通の種類のハエトリソウばかりみたいな感じになっていって、テンション下がるなというか、変異種欲しかったのになって残念がる方もね結構いらっしゃると思うんですけども、ただこのハエトリソウですね、普通の種類でもかなりね個体差があってね楽しみますんで、そういうのを選んで栽培されるのもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。例えばですね、ここの鉢に植えてあるハエトリソウ、これ全部、いわゆる普通のハエトリソウなんですけども、こちらちょっとこのヒゲの部分がですねこのようにちょっとだけですけども形変わってますよね。はっきり言ってこんな感じの変異種もいるんですけども、これは普通の種類のハエトリソウです。これだいたいこんな感じでね生えてくるんですけども、これも結構変わってますよね。それからこちら、このハエトリソウもですね他のものと比べるとこのヒゲといいますか、この部分が結構長いですよね。こういった変異種もいるんですけどね、これは普通のハエトリソウです。それからこれはたまたまかもしれませんけども、ちょっと形がねいびつになっていたりとか、このように普通のハエトリソウでもかなり個体差がありますんでね、そういったのも楽しんでいただければなっていうふうに思います。あとこちら、これもですね実は、普通種として売られていたものなんですよね。こんなに真っ赤に育つものもあるんです。ち
ちょっと見つけるコツとしてはですね、普通のハエトリソウがバーッと並んでいる中に他のと比べて若干ちょっとこう緑の部分に赤みが差しているかなっていうのがあります。あとこの捕虫葉のこの中の部分赤くなっていますけども、これがもっとこう濃いこんな赤をしているものがあるんですよね。パッと一見すると他のハエトリソウと変わりないんですけども、そういうのを選んで、育てていくとですね、このように色が変化する場合もあります。私もこれ最初はですね、そこまで変わりがないけども、若干赤いかなと思って購入したんですけどね、購入し植え替えをしてそうですね 2,3 週間経ったらもう真っ赤になってきましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はハエトリソウをテーマにいろいろとお話しさせていただきました。元気に育てるポイントの話は、ハエトリソウだけではなくて一年中屋外栽培できるタイプの食虫植物にも、共通したお話にはなると思いますので、少しでも参考にしていただければなと思います。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも食虫植物に関するいろんな動画を上げていきますので、またぜひご覧になってください。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、まだご覧になったことのない方はですね、そちらの方もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。